皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は夏の風物詩という言い方は私は、野球ですね。いや、私は喋らせて私。はい、夏の風物詩という言い方は嫌いですがというふうで言おうと思っていたところなんで。でも風物詩と多くの人が思っている、また呼んでいる、高校野球のことについて、これから3回にわたってもう鋭い話を聞いてみたいと思います。それの最適の人を今日はゲストで招いておりますんで、宇治原秀明さん、久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。宇治原です。それと野球専門家って言ったら怒られますけれども、小林信也さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、宇治原さんは、私のもう愛読書になったと言ってもいいぐらいの甲子園という病という本を出されていたりですね。それから、甲子園は通過点であるという本も、これもまた面白い本やって、ちょっと探して私は見つからなくて申し訳なかったんですけれども、さあ、そちらじゃないですね。これ甲子園は通過点であるというタイトルで、もうなんか全てのことを表しているような、まあ言ってみれば甲子園で優勝したチームが古代1を手に上に上げて1位になったって言ってるのが、実は馬鹿臭いというふうには私はあまり言いたくはないけれども、単なる通過点という方が正しいんではないかというような本を書いておられる、方でございます。で、今は、なんか奈良市ご出身で、実家に帰られているということだそうですけれども、昨日まで大阪で取材をされていたということですけれども、大阪の本命と言われた、桐蔭学園、延長戦で負けましたね。東大阪大学、柏原でよかったでしたっけ？柏原ですね、柏原。柏原ですか。東大阪大学附属の柏原高校に延長10回で負けるという試合があったんですか？大阪いかがですか？今年の甲子園、高校野球は。まあ、ここ年もそうなんですけど、ここ近年ね、ちょっとあんまり大きく言えないんですけど、大阪の野球のレベルの低下がすごく激しいですね。おっと。あ、そうですか。はい。やっぱり、ちょっとね。どの辺で感じられました？僕、関東で高校野球の野球チームのアドバイザーとかもしてるんですけど、はい。で、神奈川の高校野球とか埼玉だったり、東東京だったり見てから、大阪に行くと、やっぱりレベルがちょっと下がるなっていうのは感じますよね。それはなんですか、走攻守で、まあ投げたり、打ったりする、そういう技術的なもので、ちょっと下手だなという感想ですか？まあ、トップレベルっていうのは、大阪桐蔭とか履正社っていうトップレベルはもちろんレベルが高いので、そんなに変わらないんですけど、その下の層のレベルがまずちょっとガクッと下がってしまうなっていうのが、まあ、一つと、で、関東だともう今、いろんな野球のバットスイングだったり、戦術だったり、戦略だったりっていうのが、いろんなチームがいろんなことをやり始めているんですよね。もう例えばバットで言えば、叩きつけるのが当たり前だったのが、もう今はもう上に振り上げたりだったりとか、そういうこと。いろんなそういうスイングとかやられてるんですけど、大阪はまだ変わってないなっていう感じです。ずっと、バッターとか見ててもやっぱりもうずっと、ね、僕関西にも住んでたんで、20年前にやってる野球と今の野球がそんなに変わってないなっていうのがあって、もうなんか、振り下ろせっていう感じで、思い切り振り下ろせっていう、そういう感じですか？そうですし、要はまあ、上手い選手がうまく野球やってるだけという、なんか工夫を感じないというか、いろんな公立高校とかいろんな学校でいろんな工夫をして、みんな勝とうとか成長しようとか、いろいろ、まあ、甲子園は無理でも、なんか強いチームになろうとか、みんなやりながらやってるのが、神奈川とか埼玉とか、関東地区には感じるんですけど、まあ、もう東北の方にも感じるんですけど、ちょっと大阪はそういう工夫もあんまり感じなかったので、なるほどね。なんか、
なんか時代から遅れてる感じがすごくしました。なるほどね。なんか私は頭の中にはジャイアンツという言葉が浮かんでしまいましたけれども、それで、要するに古いチームはそうなるのかななんて思ってますが、観客の方はどうでした？前に、お客さんの入りはどうでした？昨日は日曜日だったんですが。はい。いやー、まあ、入ってはいましたけど、まあ、超満員という、入れないとかいう状態ではなかったです。はい。一応満員。一応、満員ではないですね。はい、ないですか？だから、はい。2年前、3年前だったら多分、大阪桐蔭と履正社準決勝でやりましたけど、はい、当たりましたね。もう多分、すごい列並んで、っていう状態だったんで、その頃に比べると、ちょっと、まあ、落ちてきてるというか、注目が下がってきてるなっていうのは印象ですね。私は昨日の日曜日、NHK が関東地方では、千葉県の決勝、それから、埼玉県の決勝、それと神奈川県の決勝を、中継をやってたんですが、どれもまあ、少しは空いてるとはいえね、満員と言えるぐらいの、テレビで見た途端に、うわー、こんなに入ってるのお客さんっていうぐらいに思ったんですけれども、そこまでは感じられなかったですか、大阪では。そうですね、感じられないですね。はい。一時期はもっと入ってたと思うので。そうですか。大阪の方が盛り上がってるかと思ったらそうでもないのかな、そうですね。だから、まあちょっと古い話になりますけど、中田翔選手。はい。彼が高校の時はすごい、その頃も結構人気があったんですけど、はい。昨日決勝戦やった会場同じだったんですけど、もう本当席を探すのが大変だったんですけど、本当しか席探すとそんな大変ではなかったですね。なるほどね。そういうの、今のどうですか？小林さん、宇治原さんの感想、聞かれて何か思われたことありますか？いや、少しずつ変わっているんだなというのを興味深くお聞きしました。なるほどね。はい、ただ私は関東の NHK の中継を見まして、なんでこんなにまだ人気あるんだろうって思ったんですけれども、小林さん、まだ人気あるという言い方はできますよね。いや、おっしゃる通りで、僕は関西のね、ちょっと陰りが始まっているという方が、しっくりくるので、玉木さんが満員のスタジアムっていうのは、まだそんな、なんだっていう。はい。なるほどね。やっぱ関東の方が遅れてるのかな遅れてるのかなというか。まあそこで少しレベルが下がったかもしれませんけれども、宇治原さん、その暑さ、もう関西暑かったでしょ？これ、こんな中で、ねえ、こんな中でまだやってやるかっていう気がしたんですけど、その辺の、なんて言いますか、感じというのはどうなんですか？まあでもクーリングタイムの時間が増えたんですよね。はい。3回に1回休みがあって、5回に休みがあって、7回が終わった後に休みがあるっていうのがあるので、まあ、適度に休みがあるっていうのと、まあ、試合をしてる選手たちは、まあ、そこまでしんどくないのかなっていう感じは受けますね。僕らは大変ですけど。まあ、年取った方が大変だなっていうのは、私も自分の高校時代を振り返ると、そんな感じもするんですけれども、ただ私は、昨年の、甲子園大会での、選手宣誓を聞いて、実はもうびっくりしてしまいましてね。選手宣誓で出てきた選手が、皆さん高校野球は好きですかって言ったんですね。ああいう言葉を許す高野連は何しとるんじゃこらって、私思わずびっくりしてしまいました。高校野球が人気があってどうすんのかっていう、このあたりは、どうですか？宇治原さん、なんか、思われましたこれは。いや、なんか、たまにいろんなルールが変わったりするときに、観客にそっぽ向かれるとかいう話をするんですけど、
高校スポーツは別に観客のためにやってるんじゃないんで。そりゃそうですよね。観客を無視しろって言ってるわけではなくて、観客を呼ぶために野球をやってるのはプロ野球なので、そこはちょっと勘違いしては困るし、別に観客動員が下がっても僕悪いことじゃないと思うんですよね。その運営とか経営上大変だっていうのはありますけど、別に下がったから、悪いことかって言われると、その野球人気が下がったということに対する、危機感はありますけど、それは、落ち込むことではないというふうに、思います。その辺誤解している人たちがいるんではないかって、去年の皆さん高校野球が好きですかと、高校生が言ってしまった、それを大人が許してしまったっていうことに対して、かなり強く感じてしまったんですけども、その辺の間違いというのは、ありますかね、やっぱ。でもね、あれね、これ僕の勝手な憶測というか感覚なんですけど、去年は、高校野球好きですかって言って、甲子園振興を強くしようとしてたと思うんですよ。高校野球は甲子園でやるものだっていうのを、選手先生ですごく言ってたと思うんですよね。なるほどね。で、そこで出てきたのが7イニング制なんですよ。で、7イニング制の議論が始まるときに、必ず通らなければいけないのは絶対ドーム開催なんですよ。でもドーム開催の議論をしたくないんですよ、日本高野連は。で、したくなくて、甲子園が絶対でしょ。甲子園が絶対でしょ。でもコロナ、暑さの中で甲子園でやろうと思ったら9イニングはしんどいでしょ。だから皆さん7イニングで、甲子園で7イニングでやりましょうっていう、僕はそっちの方に向かわそうとしてるようにすごく感じて、違和感がしました。ただ、暑さ対策で7イニングっていうのもちょっと私はピンとこないところがありましてね。暑さ対策だって考えるなら、もっと他のことあるだろうがっていう、それと暑さ対策でドーム球場というのも、私はドーム大嫌いな人間で、やっぱり野球は大好きなんですけれども、ドームの野球だけではもう見に行くのも嫌だというふうに思ってるぐらいの、変更した人間だというふうには自覚してますけれども、ただ、今の、討論というか、そういう意見の出方っておかしいですね。宇治原さんはどう思われますか、それは。そうですね。だから、世の中の人が暑いからドームでやればいいっていうのを、要はまず一番先に消したいと思うんですよ、みんなね。どうしてもそのドームでやるっていう案を消したいっていうのがあって、その中の案として、7イニングなんですけど、7イニングにしても気温が変わるわけじゃないので、気温が下がるわけじゃない。ただ、プレイ時間が短くなるっていうね、そういう程度だけだと思うんでね。だから、これはちょっと僕は違う議論をしているような気はしますけどね。ドームがダメだっていうのは高校野球にドームの意見が出てるっていうのは、それは大阪ドームのことで言うんですよか。今は大阪ドームなんて言ったかな、名前がなんとかドーム。京セラドーム。京セラドーム。それのことですか？それのことが。京セラ、そういう風になるのが嫌なんですよね。どこっていうよりもドームでやると涼しいっていう、暑さには耐えるからダメなんですか。そんなこと言う暇があるなら、早く秋にやれよということを言いたくなるんですが、小林さん、今の意見聞いておられて、感想を言ってください。まずね、僕は高校野球見なくても暮らせる、実験を続けている人間で。いや、面白い実験。はい。になるのかなと。そしたら、随分僕も、高校野球の、熱から僕自身がね、かなり冷めてるなと、から聞いていて、非常に、これ、どっちが外国人って言っていいのかわかんないけど、甲子園を前提とした熱狂の中に、いない自分が今の会話を聞いていると、一体これはいつの時代のどこの国の話だろうっていう。なるほど。考えておかしいですよね。宇治原さんは、選手はそれほど、きつくないとおっしゃいましたけど、きつくないわけがないので、
玉木さんがおっしゃるように、もっと涼しい時にやればいいじゃないっていうのが、もう当たり前の発想なんだけど、それを、ドームでやりたくないという、今の宇治原さんがおっしゃったと同じように、やっぱり暑かろうがなんだろうが夏休みにやるんだっていう、もう絶対動かせないものが先にあるというのが、やっぱ変わらない、これなぜ変われないんだろうって、なんか改めて不思議。そうですね、なぜ変われないのかっていうのは本当にその通りで、それは小林さんと私とでこういう本を、真夏の甲子園はいらないというのを出した時の一番のテーマだったわけなんですけれどもね。なるほどというところで、宇治原さん、その暑さ対策っていうのがいろいろあると思うんですけども、一言で言うと、なんで涼しい時、例えば秋とかですね、そういう時にやらないのかっていうのは、これ、テーマは話題にならないんですかね。そうですね。なんか学校の教育のスタート地点から変えないといけないですよね。その4月からスタートっていうところから変えていかないと。これ自身もね、正しいのかどうかっていうのが、あると思うんですよね。こう、海外とかみたいに9月からとか。もう秋始まりにするとか。そうそうそう。秋始まりにしたところで、なんか、そういう催しができるのは夏休みになりそうな感じもするし。なんかでも、ね、私と小林さん話したこの真夏の甲子園はいらないの中で、小林さんが言われていたのは、沖縄なんかでは、土日で試合をたくさんこなすというスケジュールが組まれていると。なぜそういうことができないのかっていうことなんですけれども、やろうと思えば、秋大会でもやれるんじゃないですか？そうですね。土日でやるのが、ね、いいと思います、僕もね。だからやっぱりそこは、ごっそり、観客動員をごっそり集めたいっていうのが、多少あるのかなっていうのと、学校行事もね、秋はって結構あったりするんで、そことの兼ね合いを気にされてるのと、もともと夏だからっていうのもあると思うんですよね。なるほどね。学校行事ね、文化祭とかなんかとぶつかりやすいということはあるんでしょうね。ただ、日本高等学校野球連盟の、予算を見てみますとね、やっぱり入場料収入でほとんど持ってるんですね、これ。全部で16億8200万円ぐらいの、収入があって、そのうち16億9000万円ほどが入場料収入だというのでやってるんですけれども、やっぱりこれは考えてみると、観客をいっぱい入れたいと、それには夏休みに集中的にやるのがいいんだっていうことになっちゃうんですかね。はい、そうですね。あとはね、放映権料を取ればいいと思うんですよね。そう。私もそう思います。NHK だったらね、もう2週間やるなら10億ぐらいでもうすぐ出せるでしょうにね。NHK にこだわる必要もないと思うんですよ。最近だったらいろんな、サービスがあるので、そういうところでやってネット配信もありますしね。そうですね。今、小林さんじゃないや、小崎くんが言ったけれども、ネット配信もありますからね、今だったらね、いろいろ。そういう、なんていうか、ことを考えるときに、私、学生野球検証でちょっと面白いものを発見しましてね。学生野球検証の中に、学生野球は国、地方団体または営利団体から独立した組織による、管理運営を理念とするって書いてあるんですね。これ面白い言葉で、国、地方自治体ですね。または、営利団体から独立した組織による、管理運営を理念とすると。ということは、朝日新聞は、これ、営利団体ではないということなんですね。そう考えるしかできないなと、解釈できないなと思ったら、理念とするっていうのがまた面白い言葉で、これも国語辞典引いてみると、理想とするに近い言葉なんで、これ、要するに理想、目標であって、
決して現実ではないということだったら朝日新聞でもいいのかというような感じになったんですけど、ね。そうですね。そのあたり中途半端だなと思って、私も笑いながら、これであと100年やるんだみたいなことを言われたりすると、高校野球ってそんなもんかなっていうふうに思ったりもするんですけどね。それ、宇治原さんずっと高校野球を追いかけておられて、宇治原さんが、勝利至上主義から離れた先生たちの本を出されたりしてますけれども、見ていて面白いですか？高校野球。まあ、やっぱり高校生の純粋な気持ちのぶつかり合いなんで、上手い下手に限らず、多分、同レベルで試合をやれば、どのクラスも面白いとは思うんですよね。ただ野球っていうのはね、誰がやってるのを見ても面白いっていうのはありますよね。例えば散歩していて、近くの原っぱでね、野球やってたら足止めてみて、カーンって打ったりしたら、おーすごいすごいとか思う野球の面白さっていうのはあると思うんですよけれども、ここまで熱狂してしまうのに、宇治原さん自身を責めるわけではないですが、宇治原さんもそれに加担しているという気持ちはありますか？加担はだいぶしてると思いますけどね。まあ、最近は本当に引いた目で見ることができてるとは思うんですね。だから例えば、金足農業が金の旋風って言われて、で、ありましたね。2018年にフィーバーして、まあ、あの時はまだ、登板方に対する認識がみんな薄かったと思うんですけど、去年、吉田康生選手の弟が、高校2年生で同じように百何十球って投げたんですよね。それをまた同じように金の旋風って言っているのは、これはちょっともう異常だなっていう、ね、今年ですけど、吉田康生選手はまあ、右肘の靭帯損傷しているわけで、で、去年まではそんなに活躍してなかったので、そういう OB を見てて、投げすぎはどうだったのかとかいうことにならないのかっていうのは、報道も含めて、異常に気持ち悪さを感じましたけどね、去年も同じように報じている。なるほど。まあ、そういう意味では、それこそ宇治原さんなんかにももっと活躍してほしいと思うんですが、高校野球から離れておられる、小林さん、今の会話なんかはどのように聞かれましたですか？高校野球が自分で変わっていくのが先なのか、自滅して、もう、そんなことが許されないっていうか、そういうのが先か、どっちなんだろうなと思ったんですけど、例えば、高校野球は学校主体にやり続けていますよね。でも、まあ、中学校は地域移行って言われて、もう学校の部活ではなくて、地域のスポーツクラブを主体にしようと。で、これはやっぱり種目によってはもうすでに進んでいてね、高校であろうが、高校の部として出るんじゃなくて、サッカーとか、まあ、スイミングもそうですし、もうゴルフなんかもテニスなんかもそうですね。そういう感じですね。だから、いつまで学校単位でやってんのみたいな。これも、野球だけが鎖国してるっていうか、野球だけがなんか、俺たちはこれでいいんだ、みたいなね。それは、未だに野球という、まあ、トップスポーツっていうか、一番人気があるという前提で、築き上げてる帝国の発想みたいな感じがしますけど。帝国というには小さな帝国で大日本帝国でクラスかもしれませんけれども。なるほどね。そんな気がしましたね。なるほどね。いや、それは第2のテーマの方のに入ってきましたんで、そのあたりを次回にですね、夏の甲子園大会と地方大会はこのまま延々と続くんだろうかというようなことについて、宇治原さん、そこを思い切りちょっといろいろ宇治原さんにも聞きたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日はもう第1回目としていろいろありがとうございました。また第2回目もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、高校野球はどうあるべきか、その現在地と未来を考えるのエピソード2、
夏の甲子園と地方大会はこのまま永遠に続くのかです。引き続き宇治原さんと小林さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。